福岡から大分を通り鹿児島までを結ぶ東九州新幹線の実現に向けて、県が2つのルートを比較した調査結果を公表しました。県は4月から福岡大分間について、日豊線と九大線ルートそれぞれの乗車時間や事業費の試算を進めてきました。今年1月に開催されたシンポジウムで、これまで想定していた日豊線のルートではなく九大線ルートでの実現を求める声が登壇者から上がったことをきっかけに調査に取り掛かったということです。この区間にあと2つぐらいですね、駅ができるということを想定して計算をしておりますけれども、ちょっと日豊温泉ルートの方が大きいですけれども、ほぼ同等というふうに見ていいんじゃなかろうかなと。県や18市町村、県内の経済団体などは2016年から規制会を作り、機運を高めるためにシンポジウムなどを開いています。気になるニュースを詳しくお伝えする記者の深掘り。今日の担当は佐藤さんです。はい、大分に新幹線は通るんでしょうか。東九州新幹線について見ていきます。まず東九州新幹線とは、福岡を起点に大分、宮崎を通り終点の鹿児島まで総延長 380km を結ぶ路線のことです。県は博多まで2つのルートの調査を進めています。それがこちら、大分と北九州を結ぶ日豊線ルート、そして大分と鳥栖を結ぶ九大線ルート、この2つです。この2つのルート、どのような違いがあるのか詳しく見ていきます。まずは所要時間です。現在大分から博多まではおよそ2時間かかります。それが新幹線を使うと日豊線、九大線それぞれ50分もかからなくなり、1時間以上の短縮になるんです。いや、これは大幅な短縮ですよね。そして新大阪についても見ていきます。現在4時間半かかる新大阪までは新幹線を利用すると、日豊線で3時間半ほど、九大線で4時間ちょっととなります。でもこう見ると九大線ルートの方はあまり変わらないような気もしますね。そうですね。ちょっと地図を見ると分かるんですが、大分から九大線を使って本州の方に行く場合、ちょっと遠回りになるんですね。そのため大幅な短縮にはならないんですが、ただこの近くには日田とか湯布院など観光地もあります。観光客にとっては嬉しいルートになるので、県も調査を進めているということなんです。そして県は事業費も推定で発表しました。日豊線ルート、九大線ルートそれぞれ8200億円前後で、九大線ルートについてはトンネルの割合が7割を超えているということから、日豊線に比べて少し事業費がかかる想定となっています。山間部ですもんね。多分県民の皆さんどっちがいいっていう意見はあると思うんですけれども、県は今どう考えているんでしょうか。佐藤知事は今の段階でルートまで決めておく必要があるのかどうかとコメントした上で、年明け以降に県民向けの説明会を設けたいとコメントしました。計画はまだちょっと構想の段階で、今のところ実現するかどうかは未定だということです。ここまで記者の深掘りでした。